こんにちは、ハーリーです。今日は本当に美味しい東京ランチベスト10をご紹介します。僕の動画では年間600件以上のお店をご紹介しているんですけど、今回は僕が4月から6月にご紹介したお店の中でも特に良かったお店を厳選して10店舗ランキング形式でご紹介します。東京都内に住んでいる人はもちろん、今度東京旅行に行くという人にもすごく役に立つ動画なので、今日も最後まで期待してみてください。僕のチャンネルでは池袋、銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店をご紹介しているので、今日の動画いいなぁと思ってくれた方はチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。それでは早速参りましょう。まず第10位は稲庭うどんと飯金子半之助さんです。三越前駅直結コレド室町2の地下1階にあります。稲庭うどんと飯金子半之助さんは毎日大行列ができる海鮮丼の辻半さんと、同じく毎日大行列ができる天丼の金子半之助さんが展開するうどんと天丼海鮮丼のお店です。店内は和の雰囲気が漂う落ち着いた空間です。お客さんは20代の若者から80代のご年配の方まで幅広い年齢層の方が1人とか2人で来ています。休日のお昼に行った僕の時はデートや女性同士で来ている方が多かったです。メニューはこちらです。秋田名物稲庭うどんを基本として海鮮丼または天丼または高輪飯を選ぶスタイルです。僕としてはせっかくなら辻半さんの海鮮丼または金子半之助さんの天丼を選ぶのがおすすめですよ。僕は奥さんといって温かいうどんと天丼セットと冷たいうどんと海鮮丼セットをいただきました。こちらのいいところは目の前にある6種類の薬味を好きなだけかけ放題でいただきます。程よくコシのある稲庭うどんはつるっつる食感で喉越し最高です。暑くなってきた今の季節こそこういううどんが食べたいですよね。天丼は金子半之助さんだけあってサックサクの安定した美味しさです。海鮮丼も名店辻半さんの海鮮だけあって新鮮で非常に美味しいです。金子半之助さんも辻半さんも本店だと1時間から2時間くらい待つんですけど、ここなら本店ほどは待たずに2つの味を楽しめるのも魅力ですよ。続いて第9位はチュラックスバーガーズ&ワインさんです。池袋駅東口から6分の大通り沿いにあります。チュラックスバーガーさんは自家製素材にこだわる絶品ハンバーガーのお店です。店内は明るく綺麗な空間です。お客さんは近所のサラリーマンの方がお一人様からグループまで様々なシーンで来ています。メニューはこちらです。アメリカでもブームになっている今流行りのバーガーがスマッシュバーガー。グランドメニューの中ではチェダーチーズが有名なので、迷ったらこのどちらかを選びましょう。スマッシュバーガーとはお肉を上からプレスすることでパティに均等に熱が入り、肉汁や旨味がパティに閉じ込められた今アメリカで大ブームのバーガーです。ピヨーンと飛び出したバーガーがインパクトありますよね。チュラックスさんのいいところはこの美味しいバーガーに加えてタルタルソースやハニーマスタード、なんとジンジャーエールやレモネードまで自家製にこだわっているところです。じゃがいもも冷凍を使うことはなく、新じゃがいもを使った季節のポテトを店内で切って揚げているんですよ。今まで僕が一番好きな池袋バーガーはナンバー18さんだったんですけど、混雑具合や価格、接客面を総合的に踏まえてチラックスさんが一番になりました。僕の奥さん用にテイクアウトしたところ、奥さんも喜んで食べていたので女性にもすごくおすすめですよ。続いて第8位は在来食堂さんです。東銀座駅からすぐ歌舞伎座の裏あたりにあります。在来食堂さんは野菜不足の救世主、千葉県産無農薬野菜を食べ放題でいただけるお店です。店内はウッドテイストの落ち着いた空間です。お客さんは20代から60代と幅広い年齢層の女性が多いです。男性はご夫婦で来ている方くらいで、
お一人様女性や女性同士の方が多いですね。ランチメニューは野菜ビュッフェのみです。見てください、このお野菜たち。ずらーっと並んだ姿は非常に美しいですよね。在来食堂さんの特徴は、このお野菜たちが新鮮で非常に美味しいことです。いわゆるサラダバー的なお店は、とりあえずサラダを用意しましたというお店も多い中、在来食堂さんはちゃんと新鮮で野菜そのものの味を楽しめるのが素晴らしいです。在来食堂さんは今年1月にオープンしたばかりなんですけど、すでに大行列ができる人気店になっています。店員さんに一番待たない時間を聞いてみたところ、土曜日日曜日なら11時よりも前に並んで、平日でも11時15分くらいには並んだ方がいいみたいです。座席数はカウンター4席と2人掛けテーブル10択なので、並んだ時に何番目かをカウントすると安心ですよ。続いて第7位はやげんぼりさんです。赤坂駅と赤坂見附駅の間にあります。やげんぼりさんは夜は1万円以上する高級日本料理店の味を昼ならなんと1000円台で楽しめるお店です。店内はカウンターと半個室席のある和の空間です。お客さんは30代から70代の方がお一人様からグループまで様々なシーンで来ています。メニューはこちらです。やげんぼりさんといえばビッグサイズのだし巻き卵が有名なので、迷ったら八坂を選びましょう。こちらが名物のだし巻き卵です。見てください、このビッグサイズ。縦15センチ、横20センチ、高さ3センチもあって、めちゃめちゃインパクトあります。だし巻き卵に加えて、ご飯、味噌汁からも湯気が出ていて、まるで和食たちのコーラスやーというほど食欲をそそります。だし巻き卵を割ってみると、まるでミルフィーユのように何層にも重なった卵が現れます。そんなだし巻き卵はふわふわとろっとろで非常に美味しいです。優しい出汁が効いているので、なんだか心がほっとする味ですね。ご飯はおひつに入った状態で提供されて、なんと無料でおかわりできます。優しい卵や塩気あるお新香など、ご飯がどんどん進むので、ぜひおかわりしてくださいね。人気店ではあるんですけど、ピーク時を外せばそこまで待ちませんよ。ぜひ行ってみてください。続いて第6位は北京ダック専門店銀座法廷さんです。銀座一丁目駅5番出口真隣のビルの7階にあります。銀座法廷さんはマダム会やお子様連れでも使いやすい上質空間でまったりと過ごせる中華です。ビルの7階にあって、大きな窓から光が差し込む明るい空間です。席間隔も広々としているので非常に過ごしやすいですね。お店の奥の方には銀座の景色を一望できる完全個室席もあるので、接待やお子様連れの方も利用しやすいですね。お客さんは40代から70代の落ち着いたマダムたちが多く、完全個室には赤ちゃん連れの方やお顔合わせとして利用している方もいらっしゃいました。男女比は女性が8割ですね。メニューはこちらです。サクッと食べたいときはランチ定食を、今日はまったりと楽しむぞというときはコースを選びましょう。この日の僕は奥さんと行って麻婆豆腐定食と経過ランチコースをいただきました。まずは麻婆豆腐定食です。銀座の1000円ランチでこんなにもボリューミーってすごいですよね。熱々の麻婆豆腐はピリッとくる辛さとひき肉のゴロゴロ食感で、ご飯がどんどん進むくんです。保温性のある鍋スタイルなので、最後まで温かくいただけるのも素晴らしいですね。このランチが平日だけでなく土曜日日曜日でも楽しめるというのは本当にすごいと思います。
そしてこちらが経過ランチコースです。こちらのコースは前菜、フカヒレスープ、北京ダック、天津、酢豚、鴨ラーメン、デザートがついて2200円という破格のコースです。こんなにもお手頃価格でボリューミーなのに、料理すべてが非常に美味しいです。北京ダックはもちっと生地にシャキシャキとしたきゅうり、甘めのタレとうまみある北京ダックが最高のカルテットです。黒酢酢豚はフォークで切れるほどの柔らかさで、外はカリッと中はホロッホロ食感です。法廷さんならではの甘めの味付けが食欲を加速させますね。鴨ラーメンは北京ダックで取った鶏白湯のようなラーメンで、締めにぴったりの味わいでした。法廷さんのすごいところは、こんなにも美味しくボリューミーでお手頃価格なのに、ランチでも予約できるというところです。友人や家族とまったりランチするときに予約できるのは安心ですよね。去年の夏にオープンしたばかりで、まだまだ知られていないからこそゆったりと楽しめる最高のお店だと思いますよ。ぜひ行ってみてください。続いて第5位はシルクロさんです。東京駅大手町駅すぐの三菱 UFJ 信託銀行本店ビル地下1階にあります。シルクロさんはおしゃれデートや女子会で使いたい上品なビストロです。店内はウッドテイストのおしゃれな空間です。暖かい今の季節はテラス席もいいですよね。平日は丸の内のサラリーマンの方が多く、休日はデートや女性同士で来ている方が多いです。男女比は8割が女性ですね。この日は平日ランチのカジュアルコースをいただきました。まずは福岡県産マスカルポーネチーズです。こちらはミシュラン3つ星獲得店も使う九州の名門オウム乳業のチーズを使っていて、超濃厚なねっとりチーズに甘酸っぱいいちご、風味豊かなオリーブオイルが最高のハーモニーです。お次は自家製サーモンのマリネです。マリネとはお酢やレモン汁などの漬け汁に浸して柔らかくする調理法のことです。シルクロさんではなんとサーモンを12時間もマリネして、その後10時間塩抜きをしているので、脂の乗ったサーモンをさっぱりといただくことができます。すっきりとした酸味とまったりとした深いコクのあるサワークリームをつけると、一品で2度楽しむことができます。メインは自分で好きなものを選ぶスタイルで、この日の僕は牛すね肉の赤ワイン煮込みを選びました。こちらのすね肉も野菜などとともに8時間以上じっくりと煮込んでいるので、ほろほろとろとろの味わいです。一品一品のクオリティが非常に高いので、お口に含むたびに笑みがこぼれる素晴らしいお店です。最後のデザートはオウム乳業のチーズを使ったバスクチーズケーキです。超絶とろーっとした濃厚なチーズケーキにオリーブオイルと塩が最高のトリオになっていて、天にも昇る美味しさでしたよ。締めのコーヒーもいただけるんで、心もお腹も大満足になります。大手町丸の内エリアでデート女子会をするときにぜひ行ってみてください。続いて第4位は丸々しこだまステーキ&ロブスターさんです。目黒駅直結アトレ目黒2の2階にあります。こだまさんは生ハムローストビーフ、なんとカヌレまで食べ放題、満足度抜群のビュッフェです。店内は大きな窓から光が差し込む明るい空間です。お客さんは若者から大人まで幅広い年齢層の方がデート、ご夫婦、女子会など様々なシーンで来ています。意外とお一人様が多いのも特徴ですね。注文はメインを一つ選んで、あとはビュッフェをいただくスタイルです。メインの中では特にステーキが人気なので、迷ったらステーキを選びましょう。ビュッフェ台には生ハムやローストビーフ、マリネ、サラダ、
パンなどがあります。1000円台なのにこんなにもたくさんの種類があるなんて本当に幸せですよね。ということで持ってきました。さすがはお肉屋さんだけあって児玉さんの生ハムやお肉は本当に美味しいです。正直1000円台でメインもつくビュッフェと聞いた時はさすがに味はいまいちなんだろうなと思っていたんですけど、児玉さんは非常に美味しいです。レタスとローストビーフ、パンがあるのでこんな感じにサンドにしていただけるのも楽しいです。さらにデザートとしてなんとカヌレも食べ放題なんです。こちらのカヌレももっちもちの味わいで食べていると本当に幸せです。こんなにも素敵なビュッフェは心から満足になります。待ち時間としては児玉さんは整理券制になっているので、目黒での予定の初めに発見して、その後目黒の予定を終えて戻ってくるという順番がおすすめですよ。ちなみに僕が日曜日に行った時はオープン時間の11時から全員入れて、12時には20組待ちになっていました。皆さんが行く時の参考にしてみてくださいね。続いて第3位は寿司匠さんです。四ツ谷駅から歩いて4分のところにあります。寿司匠さんは食べログシルバーを獲得している至高のお寿司屋さんです。普段は4万円するお寿司屋さんが月水金のランチのみ3000円で食べることができます。店内は職人さんの目の前のカウンター11席と座敷席が1つあります。お客さんは20代の若者から80代のご年配の方まで幅広い年齢層の方がお一人様やご夫婦、友人同士で来ています。ランチは夜と同じ4万円のコースがあって、月水金のランチなら3000円のバラチラシも楽しむことができます。僕は金曜日に行ってバラチラシをいただきました。見てください、この美しさ。まるで海鮮の宝石箱やーと言わんばかりの美しさですよね。肝心のお味はたくさんのお魚がお口の中でコーラスして非常に美味しいです。寿司匠さんの特徴は薄めの味付けで比較的小さめにカットされているので、素材本来の味を楽しめる上品な味わいです。エビやマグロはもちろん、原価の高いイクラやウニがふんだんに使われているのも素晴らしいです。予約がすぐに埋まる大人気の4万円コースもいつかは食べてみたいですね。こちらのバラチラシは月水金曜日の2週間前朝9時から電話で予約することができます。当日席はほとんどないので、行くときは必ず予約してから行くようにしましょうね。またテイクアウトなら月水金のランチに加えて月曜日から土曜日のディナーでも利用することができますよ。続いて第2位はもつ吉渋谷店さんです。渋谷駅からセンター街を歩いて10分くらいのところにあります。もつ吉さんは美味しいおばんざいを食べ放題でいただけるお店です。8階にある店内は大きな窓から光が差し込む綺麗な空間です。お客さんは20代から70代と幅広い年齢層の方がお一人様からグループまで様々なシーンで来ています。男女比は少し女性の方が多いくらいで、男性女性問わずお一人様も多いです。ランチは1500円の今日のおばんざい食べ放題のみです。ずらーっとたくさん並んだおばんざいたちは見ているだけで美味しそうですよね。サラダや明太子、だし巻き卵はもちろん、なんとローストビーフまで楽しめるんですよ。ということで1回目を持ってきました。もつ吉さんのおばんざいはどれもがすごく美味しいです。1000円台の和食の食べ放題なのにここまでクオリティが高いのは本当に素晴らしくて、僕が渋谷に行くときは毎回でも食べたいと思えるほどの満足度でした。特にこのローストビーフが美味しくて、僕は贅沢なローストビーフ丼にしていただいちゃいましたよ。そして栄えある第1位はピッツァダバッポさんです。
人形町駅水天宮前駅から3分くらい歩いたところにあります。ピッツァダワッポさんはミシュラン獲得、ハーリーが感動した東京ナンバーワンピザです。店内はウッド調の落ち着いた空間です。お店の手前に加えて奥にも席があるので結構広々としています。お客さんは若者からご年配の方まで、お一人様からグループまで様々な方が来ています。ランチメニューはこちらでピザ、パスタ、グラタンがあります。人気なのはマルゲリータピザやクワトロフォルマッジピザなので、迷ったらこちらを選びましょう。付け合わせはサラダまたは玉ねぎスープから選べます。お店の中央にあるキッチンでピザ生地から窯で焼くところが見られるのも楽しいですよね。まずはサラダが出てきます。ダバッポさんのサラダは僕の拳が4個ほどもある超ビッグサイズサラダです。葉物野菜だけでなく人参やパプリカ、キュウリなども入っていて非常に彩り豊かです。そしてこちらが一番人気のマルゲリータピザ大盛りです。通常23センチのピザは大盛りにすると27センチにできて、お昼からビッグサイズのピザをいただきます。肝心のお味はもっちもちふわふわ生地でたまらなく美味しいです。少し酸味のあるトマトベースにとろーっとコクのあるチーズ、バジルの心地よい香りが最高のカルテットです。1000円台前半でこんなにも美味しいピザは初めて食べたので、僕は感動しました。ダバッポさんのいいところはこの美味しいピザに加えてランチでも席飲み予約ができることと、店員さんがよくお客さんを見ていて接客が素晴らしいことです。もちろん東京には美味しいピザのお店がたくさんあるんですけど、味、コスパ、雰囲気、接客などを総合的に考えて僕が東京ナンバーワンと思うピザ屋さんでした。混雑具合としては平日ならフラッと入れるんですけど、夜と休日ランチは予約必須の人気店ですよ。ハーリーが心からおすすめしたい最高のお店なので、皆さんぜひ行ってみてください。今日は本当に美味しい東京ランチベスト10をご紹介しました。皆さんの気になるお店はありましたか？今日は10のお店をご紹介したので、僕の方で分かりやすいように表にまとめてみました。あくまで僕個人の感想なんですけど、参考にしてもらえると嬉しいです。この東京ランチランキング企画は3ヶ月に一度実施しているので、今後も楽しみにしていてくださいね。今日ご紹介した10のお店の場所はこちらですよ。最後に僕のおすすめのシーンをご紹介します。開店前から大行列、金子半之助さんと辻半さんがタッグを組んだ絶品稲庭うどんなら稲庭うどんと飯金子半之助さん。ハーリー的池袋ナンバーワン、自家製素材にこだわる絶品ハンバーガーならジュラックスバーガー&ワインさん。野菜不足の救世主、今年1月にオープンした大人気の野菜食べ放題なら在来食堂さん。夜は1万円以上する高級日本料理店の味を昼ならなんと1000円台で楽しめるふわふわのだし巻き卵ならやげんぼりさん。お手頃価格で美味しくボリューミー、マダムやお子様連れに人気の上質空間でまったりと楽しめる中華なら北京ダック専門店銀座法廷さん。おしゃれデートや女子会で使いたい本当に美味しい上品なビストロならシルクロさん。生ハム、ローストビーフ、なんとカヌレまで食べ放題、満足度抜群のコスパ最高ビュッフェならマルマルシェこたまさん。食べログシルバー獲得、握りは4万円する名店の月水金だけ食べられる幻のバラチラシなら寿司匠さん。心から満足になるおばんざい食べ放題ならもつきさん。ハーリー感動、ミシュランも獲得している味、コスパ、雰囲気、接客を総合的に考えて東京ナンバーワンの最高ピザならピッツァダワップさんがおすすめです。ぜひ行ってみてください。皆さん、最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか。僕はグルマンという YouTube のメンバーシップをやっています。グルマンの特典は主に4つです。1、YouTube でまだ紹介していないお店をメンバーシップ限定で先に公開します。YouTube にアップすると混んでしまうニューオープンの美味しいお店や
隠れた名店もこのメンバーシップでは躊躇なくご紹介しています。2、メンバー限定の顔出し生配信を開催しています。僕は普段顔出ししていないんですけど、メンバーシップの方限定ライブでは顔出しして皆さんからの質問に答えています。3、東京を中心に日本全国にピン止めされている Google マップの共有です。このマップを見れば皆さんがどこに行こうと観光、お食事、カフェなど楽しめるスポットが一目でわかるようになっています。4、僕の開催するオフ会への優先参加券です。僕はオフ会を約2ヶ月に一度開催しています。社会人になって新しい出会いって全くなくなりましたよね。そんな中、オフ会に来るとグルメという共通の趣味を持った人と出会えて、カフェやランチに一緒に行ける友達ができる素敵な場になっています。お一人様の参加が7割なので、最近東京に来て友達がいないという人も安心して参加できますよ。以上がグルマンの特典です。少しでも興味を持ってくれた方はメンバーになるボタン、または概要欄のメンバーシップ登録はこちらというボタンを押してメンバーシップグルマンのメンバーになってくれると嬉しいです。皆さんにお会いできることを楽しみにしています。これからもおすすめのお店を上げていくので、チャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次のお店で。